こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りしております。今回はトピックスとしてですね、カスハラ対策の義務化についてご紹介をしていきたいと思います。すでに法改正は終わっております。そして施行をいつにするかというのが議論されている中で、2025年10月に、公表された素案によりますと、2026年10月1日施行という案が濃厚になってきました。いよいよカスハラ対策というのが義務化でスタートをするとなっておりますので、その内容について見ていきたいと思います。今回の概要ですけれど、カスハラ、だけではなく各種ハラスメントの発生状況についてまずは確認をしていきたいと思います。その上で、すでに法改正は終わっておりますけれど、労働施策総合推進法。今現状はですね、パワハラ法なんていう言い方もしておりますけれど、施行された後ですね、カスハラ法という言い方も、されるかと思います。この、もうすでに改正が終わっている労働施策総合推進法の中で、カスハラに関していつから施行なのかということ。それがですね、2025年の11月にカスハラ指針の素案が公表されましたので、その内容をご紹介をした上で、この素案から読み取れる今後企業に求められる措置はどのようなものなのかについて解説をして、最後に注意点とまとめという形になります。まずは、今現状のハラスメントの発生状況について見ていきたいと思います。近年、様々なハラスメントというのが出ておりまして、もうすでに法改正がされておりまして、防止の義務化というのが、パワハラ、セクハラ、マタハラといったものがありますけれど、今後ですね、就職活動中のセクハラについてもですね、セクハラに含めていくという形になっております。そして今回はですね、カスタマーハラスメント、カスハラ、顧客等からの著しい迷惑行為に対しての措置というのが義務化をされるということで、このグラフは相談件数の増減数になります。この青い部分は過去3年間に相談件数が増加をしているものになりますけれど、見ていただきますと、顧客等からの著しい迷惑行為、カスハラがやはり一番多く増えてきている 23.2% となっている。またですね、パワハラに関しましてもすでに防止措置というのは義務化はされているものの、やはり過去3年間を見ても 19.6% で増えているという回答をしている企業が多くなっている。このパワハラに関しましては、令和6年度の総合労働件数120万件の中でですね、個別労働紛争に発展をした26万件のうち、1位がいじめ嫌がらせで5万5千件となっていますので、依然ですね、ハラスメントの中でもパワハラというのが1位を占めている。なかなか減っていかないという状況になっております。そういった中でですね、パワハラも含めて労働施策総合推進法の中で、防止の義務、措置義務というのを定めています。2020年の改正でパワハラの対策の義務化というのが行われまして、事業主の方針の明確化、周知、啓発、また相談体制の整備の義務化、また、事後の迅速かつ適切な対応、その他としてプライバシーの保護ですとか、不利益取り扱いの禁止などがもうすでに法律で義務化をされているという形になっておりますが、さらにですね、2025年の6月にカスハラに関しての改正法が成立をして、成立から1年半以内に施行という形になっております。ただですね、それに先駆けて、2022年、令和4年には、このカスタマーハラスメントの問題というのを厚生労働省は重視しておりまして、カスタマーハラスメント対策企業マニュアルというのをすでに公表しているという状況になりますので、施行を待たずにですね、このマニュアルに基づいて対策は進めていってほしいと思います。
そういった中でですね、カスハラ関連の法改正が行われまして、1年半以内に施行という形で、協議が進められてきていましたけれど、2025年11月にその協議内容と指針の素案というのが公表されまして、それに基づきますと、2026年の10月1日施行予定で動いているというのが分かりました。ではですね、今回発表されたカスハラの指針の素案、どのようなものなのかと言いますと、まずはカスハラの定義ということで、大きく3つに分かれております。顧客、取引先、施設利用者、その他関係者による、また、社会通念上相当な範囲を超えた言動等、その結果、労働者の就業環境が害されるものがカスハラというふうに定義をされております。この中で、社会通念上相当な範囲というものですけれど、ここに関しましては、言動として内容が4類型、手段や対応として5類型、具体的に挙げられております。また、3つ目の就業環境が害されるというものですけれど、こちらは労働者が身体的または精神的に苦痛を与えられ、労働者が就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じると、労働者が就業する上で看過できない程度の支障であることというのが定義づけられているという状況になっています。また、カスハラですけれど、こちらにつきましては、正当なクレームまでは排除はしないということになっていまして、顧客の権利、サービスの義務、また、障害者への合理的な配慮というのにも留意をしていると記載がされております。この障害者への合理的な配慮というのは別の動画でご紹介をしておりますけれど、2024年の4月に改正障害者差別解消法の施行によって義務化をされておりますので、今回のカスハラに関係なく障害者への合理的な配慮というのも義務になっておりますので、この内容についても今一度確認をしてほしいと思います。また、このカスハラの対象の範囲ですけれど、場所についてはオフィスに限られず、顧客先、施設、訪問先なども含む。また、その内容、手段につきましても電話や SNS などの媒体も含むという形になっておりますので、かなり広い範囲でカスハラというのは定義をされているということになります。そして、この素案から見たときに、今後義務化をされたとき、企業に求められる措置はどのようなものなのかと言いますと、大きく5つ考えられるかなと考えております。まずはカスハラに対する方針の明確化、周知啓発ということで、こちらはですね、社内のみならず顧客等への周知というのも含まれる。また、他のハラスメントと同様にはなりますけれど、相談体制の整備ということで、相談の段階で幅広く受け止めて、プライバシーへの配慮、そしてその内容の記録、証拠の保全というのも意識をしているというような内容になっております。そして発生後の事後の迅速、そして適切な対応ということで、現場の支援、事実確認、再発防止策も企業に求められると考えられます。その上で、発生しないための抑止のための措置として、毅然な態度、そしてですね、サービス提供の拒否、警察との連携なども行うという形になっている。そして最後にですね、不利益な取り扱いの禁止、プライバシー保護への配慮といった大きくこれら5つがですね、企業に措置として求められる可能性が高いと考えております。ただですね、これらにつきましてはその他のハラスメントと大きく異なる点はないかと思いますので、今現状すでにハラスメント対策している企業はですね、少し加えていただいて、カスハラの部分を変えていただくという形になるかと思います。そして最後に注意点とまとめです。まずは安全配慮義務になりますけれど、この安全配慮義務、従業員の健康と安全に配慮する義務ということで、労働契約法に記載があります。
こちら罰則の規定はありませんけれど、カスタマーハラスメントを放置しておくと安全配慮義務違反ということで損害賠償の可能性もありますので注意をしてください。なかなか安全配慮義務違反で訴訟というのはないと思っているかもしれませんけれど、こちら2025年の10月にですね、カスタマーハラスメントにおける安全配慮義務違反で訴訟が実際に起きておりますので、やはり今後こういった訴訟というのはどんどん増えてくるかなというふうに思っております。また、ハラスメント、放置による健康被害なども考慮してほしいと思います。この健康被害生じますと、人手不足で人が足りない中での大きなダメージになります。従業員が悪質なクレームやカスハラによって苦しんでいないかどうかというのは、まずは現状確認をしてほしいと思います。2026年10月からの義務化というのが予想されておりますけれど、今回のカスハラの対策のみならず、労働者がこれまで以上に活躍できるような就業環境の整備を整えていってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。